材料3つで作れる豆腐餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は材料3つで作れるお豆腐餅を作りたいと思います。豆腐とは思えないぐらい本物のお餅に近い餅に仕上がります。で、かつですね、火を使わずに電子レンジだけで作れるのでとっても簡単です。で、今回は甘い系としょっぱい系2つ作っていきたいと思います。はい、ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。お豆腐、片栗粉、お砂糖です。たった材料この3つだけで今日は作っていきます。はい、それでは早速作っていきます。まずボウルにお豆腐ですね。お豆腐を入れます。で、この時少しね、水っぽさがある時はこういうキッチンペーパーで少し水気を取りましょう。はい、でそうしましたら泡立て器なので潰してお豆腐を滑らかにしてください。このぐらいね、滑らかにしました。でそうしましたらまだちょっとね、プツプツっとした感じが気になるので一度お豆腐こしたいと思います。でこちらミキサーでやる場合はそのまま攪拌して滑らかにしていただいて結構です。はい、そうしましたらお豆腐を一度滑らかにしてください。ざるやこし器で一度こしましょう。でそうすると先ほどよりも滑らかなお豆腐になります。はい、そうしましたら片栗粉をふるって加えます。はい、これをふるって加えます。泡立て器でよく混ぜましょう。片栗粉の粉っぽさがなくなったらお砂糖を加えます。でよくお砂糖が溶けるまで混ぜましょう。お砂糖のシャリッとした感じがなくなってこのぐらい滑らかになれば OK です。はい、そうしましたらラップをせずにこのまま電子レンジ 600W で1分半加熱します。はい、加熱しました。加熱するとこんな感じでところどころこう固まってところどころがまだ固まってない状態です。でそうしましたら生地が均一になるように混ぜます。でこれをねよく混ぜます。こんな感じで固まってるとこと固まってないところがあります。でまだこの固まってるところも柔らかいのでよくこうやって混ぜると生地が均一になっていきます。で最初はこんな感じでちょっとダマっぽくなってるんですけどよく混ぜていけば生地がね全体的にまとまるのでしっかりと混ぜてください。はい、こんな感じで生地がまとまってきました。である程度こうまとまったらちょっと細かい塊があるのでゴムベラに持ち替えてこうゴムベラで下に押し付けて塊を潰しながら混ぜていきます。はい、こんな感じで滑らかになりました。こんな感じです。最後仕上げで電子レンジ 600W で1分半加熱します。はい、こんな感じにちょっとプルッと仕上がってます。でこれをまたよく混ぜましょう。はい、こんな感じでプルップルのお餅に仕上がりました。こちらはまだね熱々なので冷水に冷やして形作りたいと思います。はい、そうしましたら冷水を用意してお餅をねこの中に入れます。はい、プルップルこれを入れます。すっごい柔らかいです。はい、こんな感じではい、そうしましたらこうお水につけながらお餅を持ってこうやってキュッとつまみます。お好みの大きさになったらキュッとつまんでちぎります。でちょっとつけてはい形を整えます。こんな感じ。美味しそう。めちゃくちゃプルップルです。すっごい柔らかいです。でこちら置きます。めちゃくちゃ美味しそうです。本当にすっごいね、本当に柔らかいです。はい、こんな感じでお餅が仕上がりました。すっごいもっちもちです。はい、そうしましたらこちらのお餅今回はきな粉をトッピングしたいと思います。もうねお餅に甘さがあるのできな粉はねこのお砂糖とか何も入ってないものを使用します。
はい、ではきのこをかけます。すっごい美味しそうに仕上がりました。そしたらお皿に盛りたいと思います。はい、これでお豆腐餅の完成です。ということで、今度はね、しょっぱいバージョンも作ってみたいと思います。材料はこちらです。絹ごし豆腐、片栗粉、そしてこちらお醤油です。こちらの3つの材料で作っていきます。はい、それではまずボウルにお豆腐ですね。で、キッチンペーパーで軽く水を拭き取ります。そうしましたらお豆腐を潰します。はい、そしたら一度ね、お豆腐こしたいと思います。ボウルにざるをセットしてお豆腐を入れます。で、これをこしましょう。こせばこすほど滑らかに仕上がるので、ひと手間なんですがこすのがおすすめです。で、そうしましたらここに片栗粉で、これでよく混ぜます。で、そうしましたら最後醤油を加えます。で、これで混ぜます。はい、こんな感じに仕上がりました。こんな感じですね。すごく滑らかです。はい、そうしましたらこちらもラップをしないで電子レンジ 600W で1分半加熱します。はい、こんな感じでね、ちょっとね、黄色っぽくなってるのが固まってる部分で、こちらが固まってない部分です。で、これをね、また泡立て器でよく混ぜます。で、最初はダマダマっぽくなるんですが、よく混ぜていくとしっかりと生地が混ざり合ってねっとりとしたお餅になっていきます。で、ある程度まで生地がまとまってきたらゴムベラに持ち替えて、今度はゴムベラで下に押し付けてつぶつぶを押しつぶすように混ぜていきます。はい、このぐらいまとまりました。仕上げでこちらまた1分半加熱します。はい、こんな感じに温まりました。で、これをまたよく混ぜます。で、もう一回ね、再度仕上げで加熱するとさらに柔らかくなってまったりと柔らかいお餅に仕上がります。はい、こんな感じです。プルップルです。で、そうしましたらこちらを冷水にポトンと。柔らか。もうこの時が一番このお餅の柔らかさが分かりますね。はい、そうしましたらこちらも食べやすい大きさに人差し指と親指でピュッとつまんで、はい、形取ります。キュッと二口サイズぐらいのこのぐらいの大きさが4個ぐらいできますね。もうちょっとちっちゃくやれば5つぐらいできると思います。はい、こちらはシンプルにここに刻み海苔をパーッとかけて、で、あと気持ちね、ここにごま油をねかけると美味しいです。はい、これで完成です。ということで完成しました。ではまずきな粉からいただきたいと思います。すっごい柔らかいです。おお、それではいただきます。とろける。見てください、この伸び。片栗粉っぽい、なんていうんですかね、ちょっと粉っぽさもないし、豆腐を主張してる味もしないので、本物のお餅そのものです。とろけるもちもちさですね。はい、そしてこちらしょっぱい系の醤油味ですね。こっちももっちもちですね。それではいただきます。これもう完全に磯辺焼きですね。こっちの醤油味もすごくね、醤油の風味が効いてて、本当に磯辺焼きです。はい、ということで本日もすごく美味しく仕上がりました。今回の豆腐餅のポイントは、とにかく豆腐を滑らかにこしてください。あとはもう電子レンジでチンして混ぜるだけなので、すごく簡単です。混ぜる時のポイントとしては、1回目加熱した後は固まってる部分と固まっていない部分があります。なのでちょっと最初はダマダマっぽくなるんですけど、一生懸命混ぜると一つのまとまった生地になります。それをさらに2回目加熱すると、今度は柔らかくて滑らかでもちもちな豆腐餅に仕上がります。先ほども
言ったんですけど、片栗粉の粉っぽさも一切ないので、本当にお米のお餅みたいな味がします。ぜひ皆さんも一度やってみてください。そしてね、お水につけた瞬間の餅の柔らかさ、これをね、ぜひ皆さんに体感していただきたいです。もうすごくね、柔らかいです。火も使わずに電子レンジだけで作れて、かつ材料3つだけで作ることができます。で、今回はトッピングとしてきな粉、黒蜜、そしてこちら海苔を使いました。で、こちらはね、トッピングなので分量から外してるんですけれども、お好みでトッピングして食べていただけたらと思います。このしょっぱい系だと、あと納豆とかも合うと思います。で、こっちの甘い系はあんこ餅にしても美味しいと思います。いろんなトッピングで楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで今日は材料3つで作れる豆腐餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。